ご視聴ありがとうございます。フレームワークスです。今回はこちらの MG キュベレーを製作していきます。こちらのキットは曲面が非常に綺麗なキットですので、先日の生配信でもお見せしたように表面処理を中心に行っていこうと思います。それでは早速見ていきましょう。まずは表面処理からです。こちらは先日の生放送で1時間かけてしっかり説明したので、簡単にだけ説明します。番手の低いうちは引けやゲート跡を意識しながらヤスリをかけていきます。そして徐々に番手を上げていって表面が滑らかになるまで続けます。この工程を外装パーツのすべてに行いました。映像では一瞬で終わっていますが、実際には1週間ぐらいこの作業が続いています。続いて先端の営利化を行っていきます。こちらは膝のパーツになりますが、こちらの先端部分がなんとなく丸く感じたので、表面処理を兼ねつつ先端を営利化していきました。比較するとこんな感じになります。左が処理前、右が処理後です。つま先のパーツも営利化していきます。こちらはヤスリで削り込むと形状が変わりすぎてしまうので、先端にプラバンを追加して営利化していきます。今回使用したのは 1mm プラバンです。経験上セメントだけだとちょっと強度が弱いので、セメントが乾いたら上から瞬間接着剤も流し込んでおきます。硬化スプレーをかけて硬化していることが確認できたら形状を整えていきます。大まかな部分はニッパーを使って切っていきます。大まかに切り落としたら残りはヤスリで削っていきます。完成したものがこちらです。処理前のものと比較するとこんな感じになります。これは一目瞭然に営利化できていると思います。回収は以上になります。続きまして塗装を見ていきます。白とピンクの下地にガイアノーツのサーフェイサーエボシルバーを吹いていきます。今回はタイトルサムネにもありますように全面にメタリックパール塗装を施すので、隠蔽力の弱い色の下地にもともとメタリックを含ませるという意図で使用しました。私は普段 0.5mm 口径のハンドピースを使うことが多いんですが、こういった大きいパーツを塗装するときは大きめの口径のハンドピースが使いやすくて便利です。このパーツは裏側もしっかりと塗装をする予定なので、裏側にもサフをしっかりと拭いていきます。白とピンク以外のパーツの下地にはすべてガイアノーツのサーフェイサーエボブラックを使用しました。青と紫のパーツはこの後シルバーを吹いて上からクリアカラーでキャンディー塗装をする予定なので、しっかりと下地の成型色を隠蔽するように塗っていきます。こんな感じで真っ黒になるまで塗り切ります。
サフ拭きが終わったら外装パーツに一旦光沢のクリアを拭いていきます。サーフェイサーの表面はザラッとしているので、最終的に光沢に仕上げたい場合はここで一旦表面をツルツルに仕上げてしまいます。あとこれは私の勝手なイメージですが、上から別の色の塗料を拭く際に下地のカラーを侵食して混ざらないようにするためにクリアの層を追加しているイメージです。下地のクリアが乾いたらいよいよフォント層です。ピンクはクレオスのメタルピーチを使用しました。この塗料は瓶を開けて中を見た感じはかなりどす黒いピンクなんですが、エアブラシで拭いてやるとかなり鮮やかなピンクになるので採用しました。ピンク部分も当初はシルバーの上からクリアピンクを拭いてキャンディー塗装をしようと思っていたのですが、こちらの塗料の方が理想的な色に近かったのでこちらを採用しました。白はクレオスのクールホワイトを使用しました。白は発色が良くないので1回目はほんのり色がつく程度に塗装します。自分の納得がいく白が出るまでだいたい3回ぐらい塗り重ねました。そして白のパーツはパール仕上げにするので、変更パールの入っているアメジストパープルを上から拭いていきます。映像では分かりにくいですが、光を当てると紫に変更して光ります。キャンディー塗装の下地のシルバーはガイアノーツのスターブライトシルバーを使用しました。映像でもあります通り、肩部分のブルーのパーツは大理石塗装をしています。大理石塗装の詳しい塗装方法はシャア専用ズゴックの動画で説明しているのでそちらをご覧ください。その他のパーツについては一旦シルバーをベタ塗りしていきます。下地の黒を光沢に仕上げているのでシルバーがしっかりと発色していると思います。ブルーのパーツにはクレオスのディープクリアブルーを使用しました。キャンディー塗装のクリアはほんのり色がつくように1回目を塗って2回目で色付けをして3回目で光沢感を出していくという3段階ぐらいで塗装しています。紫はクレオスのクリアパープルを使用しました。こちらもブルーの時と同様に3段階で色付けを行っていきます。最後に内部フレーム色はクレオスの黒鉄色を使用しました。内部フレームは外装のパーツと区別をしたいので、黒サフの上に光沢は吹かずそのまま黒鉄色を吹いていきます。艶消しの状態からメタリックを吹くことで落ち着いた感じのメタリックに仕上がるかと思います。
塗装が完了したら仕上げを行っていきます。まず行っていくのはデカール貼りです。今回参考にしたのはいつも通りフィックスフィギュレーションのキュベレイを参考にデカールを貼っていきました。フィックスフィギュレーションのマーキングデカールはかなり通常量が多いんですが、キュベレイに関してはほとんどなかったので、今回はデカールは少なめになってます。次に塗装の時に巻き込んでしまったホコリを除去していきます。ホコリのついている部分を1000番ぐらいのスポンジやすりでこすっていきます。あまり力は入れずに表面をなぞる程度にこすっていきます。ホコリが取れたらこちらも番手を上げていって表面をならしていきます。続いて部分塗装を行っていきます。使用している塗料はエナメルの4アーティストマーカーのシルバーを使用しています。エナメル塗料なのではみ出しても後からエナメル溶剤で拭き取ることができます。そのまま4アーティストマーカーのシルバーを使って墨入れも行っていきます。墨入れを行う際はエナメル溶剤でシャバシャバの状態に薄めたんですが、光沢が結構しっかりしていたのでかなり弾いてしまう結果になってしまいました。最後にはみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取って完成です。墨入れまで完成したら最後にトップコートを拭いていきます。トップコートはガイアノーツの EX クリア光沢を使用しました。こちらのトップコートも3回ぐらい拭いています。一度拭いて乾燥させてホコリが乗っていないかチェック。ホコリが乗っていれば先ほどのヤスリでヤスる工程を繰り返していきます。トップコートを拭いた後丸1日乾燥させてしっかり乾いていることが確認できたらコンパウンドをかけていきます。コンパウンドは外装パーツのすべてにかけます。光沢が鈍いところを重点的にコンパウンドをかけていきます。
均等に光沢感が得られていれば完成になります。はい、ということでこれで MG キュベレーの完成になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。動画の最後にフォトギャラリーも用意しておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Girls with their nails done now.